会計ってことですね。はい。もうやんない方がいいですか。まず汗足せるので、はい、まずそれでやはい、ってみようか。はい。もうちょっと残ってるってことですね。叩きながら移動していくっていう感じ。もうこう同じことをずっとやっていく感じ。ここなんかどうやってここつけたか。これを先にもう接着しちゃってからテープ巻いて離したのかな。その上からまたさらにもう一重ちょっとこっちにかぶるような感じでテープ巻いて。私は覗いたそのもうっていうかこう透明な綺麗さ、こうなんか塗ったりしたのでは出せない色、それがもう魅力で、もう覗くのが好きです。普通の人は作れないと思ってたんですよね。そしたらなんかこう教室とかあるっていうからもうすぐに行ったんです。それでそれ以来ずっと見せられてます。山見先生の作品を初めて見た時、色が生きていると思ったんです。なんかこう鼓動しているような、そんな感動を毎回先生の作品を見るたびに思います。割っただけのガラスだと少しなんていうか部分的にデコボコしてたりするんですよ。ちょっと隙間が空いちゃうんですよ。これ今削ったやつなんですけど、これだとピタッと、この間、ここのヘリとこの刃の間が約2ミリぐらいなんですよ。定規は2ミリ小さくなってるんですね、この実際のガラスよりも。でこんな感じで、ここがまたちょっと出っ張ってるね。
でこれちょっと硬い時もあるんだよね。それはペンチをこう使って割ったりもします。それでこれをまあこういうふうにこうつけていくわけなんですけど、このままだとちょっと上側がこう隙間空いちゃうじゃないですか。こう曲面だから。だからそのためにこの当たる角と角を少し削るんです。でこれはまあ、太さによっていろんな太さがあるんですけど、ガラスの厚みによってこの太さを変えていきますけど、シールみたいになってて裏に糊がついてるんですね。これハンダをするためにはガラスに直接このハンダ付けっていうのはできないわけですよ。ハンダがくっつかないです、このガラス質には。このテープの幅がガラスの厚みより厚いので折り込まなきゃいけないわけですね。これこういうふうにこういう感じでこっち側に。今これは線を細くしようとしてるので、ちょっと表に出る側を細くしようかなと思ってます。で切ってできました。1個ね。まあこの作業をずっと繰り返していくわけですけども、ガラスってすごい不思議なものなんですけど、やっぱまあ色を決めるのも職人さんだし、どういう色にするかっていうのもね、いろんな金属をどう混ぜ合わせるかっていうのもそうだし、最近は機械で作るようなものも多くなってきたんですけど、やっぱりその中でもやっぱりこう手作りで作ってるガラスもあるんですよね。ほんと手作りなんで一枚一枚また全然こう風合いが違ったりとか、あと部分によっては厚みが違ったりとかいろいろあるんですけど、まあでも手作りだとやっぱりこう味があるっていうか、なんか表情が普通の機械で作った均等に作られたものよりもやっぱりすごいなんか表情がね違いますよね、やっぱりね。ステンドガラスもともとヨーロッパで生まれたものじゃないですか。教会のバラ窓とかああいうものに古くから使われていたものなんで、やっぱりヨーロッパとか今は、アメリカにかなり浸透してるので、アメリカにもステンドグラス作家っていう人がねたくさんいるので、アメリカでも盛んにガラスは作られてますね。これ両面テープ今3箇所に貼りました。で最後がこんな感じになるんですよね。で最後もう一本ぴったりは入らないんですよね。でこれは使わないので、この間に入れるガラスをね、これをまた巻くわけですよ。こんな感じですかね。これがフラックスっていう液体がこれ染み込ませてあるんですけど、これをつけないとハンダがここにうまく乗らない。それでやっぱりこれ酸なので、銅って空気に触れてるとだんだん黒っぽくなっていくんですね。これでもう一回その元のピカピカの色にこう戻してあげるっていう役目もあるし、ハンダをこうつきやすくするっていう意味もあるんですけど、
均等にガラスが平らに筒に当たってるかどうかっていう、筒に沿ってるかどうかをちょっと確認しながらこうつけていく。こんな感じです。ちょっとこう盛り上げるために量を多く持っていきます。好きな食べ物はね、もう子供が好きなみたいな食べ物ですよ。もうスタンダードなラーメンとかハンバーグとかもう、僕もそれで余計ねアメリカにだからやっぱりジャンクフードは結構好きですけど。万華鏡に対するなんかなんていうかな、見方が変わったっていうか、万華鏡はただのこう筒型だけじゃなくてこんなのもあるんだっていうような、まあ写真では見たことあったかもしれないけど、実物をこうまじまじと見たのは初めてだったんで、こういう構造になってるんだとか、いろいろそういうの見れたことはやっぱりすごい自分にとっては刺激になってるので、そこからまた考え方がちょっと変わったっていうことはあると思います。万華鏡っていうとなんか中身が大事だと思ってるとこもあったし、そうじゃなくてなんか外観も大事なんだなっていうか、そういうことも分かりましたね。それが今の作品につながってると思います。まあここから見れば普通の何の変哲もない普通の鏡に見えますけど、万華鏡はこっちじゃなくてこっちを使うんですね。これフィルムが貼ってあるんで、これ剥がすと綺麗な鏡が下から出てくるんですけど、まだ今傷がつかないようにこうフィルムが貼ってあるわけです。これに合わせてまず印をつける。こんな感じかな。もう本当に力ほとんど少しはいりますけど、もう本当に軽い力でこうやってフィルムがついてるので、これでこう切り離して、とりあえずこうやって切ってこうね割っちゃいます。これはこういうふうに折れて、ここにちょっと幅の狭いものがここに入るわけです。それです。二等辺三角形なのね、今回作るのは。でミラーシステムとしては、三角形だけどもミラーは2面だけ。それで一面はもう黒い壁というか、それがいわゆる2ミラーっていうもので、
よく皆さんが万華鏡って目にする生地目にするとよくこうお花みたいな模様が多分あると思うんですけど、それが2ミラーの映像なんですね。こんな感じですね。これで2枚できました。これまだフィルムでつながってます。でこれはこの黒い板よりも少し小さめに切らないといけないので、ガラスとガラスがね触れると欠けちゃったりとかするし、こうやりか、そうするともうこう曲がらないので、フィルムをこれ後でね保護フィルムを剥がしてもバラバラにならないように、ここにあらかじめテープをこう貼ってつなげておきます。あと90度の状態にして貼った方がいいんですね。なるべくこう触らないようにね、この面はね。これだけでもなんか万華鏡の形みたいのが見えますでしょ、ここに。これでこう閉じていくとこの数が増えるんですよ。この正三角形だとこの角度なんで60度ですね。これが60度だと本当に三角。だんだん細かくしていくとこの角度か、ね、覗きながらそこら辺を微調整します。仮止めでこれもなるべく早く乾くようになるべく薄く塗ります。触ってもベタベタ手に接着剤がつかないようにちょっとこれで覆っちゃいます。これでも大丈夫か、もう大丈夫ですけど、一応ここも貼っときましょう。ゴムのスポンジというかね、ちょっと耐久性のあるようなそういうスポンジなんですけど、普通のスポンジだとね何年かするとボロボロになんかだんだん劣化していっちゃうので、ゴム製の耐久性のあるやつを割と使います。こういうふうに貼りますね。少しこう角を落としますね。こうやってこんな感じでこう両側が塞がりました。はい、切れ味がいいので綺麗に穴が開くのっていうのと早く穴が開くっていう、こういうふうにこんな感じに貼り付けて、その次にテープとレンズをこうつけて、テープをこれ形に合わせて端っこまできちっとつけてる感じですかね。隙間がないようにね。中心からこう外側にこう放射線状にこうやっていくんですね。
こうやってそのハンダの模様の付け方っていろいろあって、それがいわゆる飾りハンダっていうものなんですけど、飾り付け装飾のためのハンダっていうのが割と万華鏡ではよく使われますね。こんな感じでね。青いガラスからやるか。細かく見せちゃうとこの模様はあんまり分かんないと思うんですけど、大きくねじるものだとその模様がそのまま残りますね。それでしっかり押さえて、でこういうふうにこんな感じですよね。このぐらいかな。よいしょ。うん、こんな感じで切ります。こんな感じですね。これでどうかな。これで量の加減を今見るんですけど、あとはこれのね位置なんですよ。これでいいかな。これちょっと一回この位置ね、この位置ずらさないようにちょっと印を。でさっきつけた印、ここですね、合わせてこんな感じかな。どうだろう、これでやってみましょうか。 OK ですかね、これでね。
これなんとなく一応2025みたいな感じでなってんですね。これで完成です。だから映像はまあ長年やってればなんとなくこれを入れたらこんな感じになるんだろうなっていうなんとなく想像はつくんですけど、でもそれも 100% 予測できないので常にこうなんていうか新しい発見があるっていうか、よく聞かれるんですよね。これなんかこう作品作るのにちゃんと設計図作るんですかとかっていう、そういうのはもう一切ないので、簡単に頭の中で思い浮かんだものをもうラフスケッチでもうシュッシュッと簡単に描くだけなんですよね。であとはもう実際に作り始めちゃうっていうで、だから面白いっていうか、なんかなかなか計算通りにいかないところがかえって面白い。本当にね、無限大の可能性がありますね。なんかただ作品を作って売るだけではなくて、いろんなものとこう組み合わせて、また新しいものを生み出すみたいなところもすごくあって、例えば万華鏡と音楽だったり、万華鏡と東映の映像だったりとか、あと万華鏡と日本伝統工芸のコラボレーションだとか、まあ考えればキリがないですけど、いろんなことができると思いますこれから。